こんにちは、鉄言です。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日は大阪日本橋にやってきました。なんか久しぶりかな、日本橋は。で、日本橋は駅で言うと、大阪メトロ、堺筋線、そして千日前線の日本橋駅で、近鉄の日本橋があります。で、地下から上がってきたんですが、ちょっと天候が悪いですね。雨はね、止んでるんですけども。さて、今回はもうおなじみの格安ホテルに宿泊します。そのホテルはこちら。東横イン大阪難波日本橋です。詳細はこのようになっております。今回も予約はじゃらんからしております。一泊朝食付き、こちらは無料です。シングルの禁煙、チェックインが15時、チェックアウトが10時となっております。で、支払い合計7140円と格安の料金となっております。ちょっと詳細の方はね、情報が少ないんですが、シンプルステイということで、ただね、そのシンプルステイというよりも、結構内容は濃いかなと思います。で、場所がですね、この日本橋電電タウンの本当にど真ん中あたりにあるので、結構駅から離れてるんですけども、やっぱり、電電タウンということでね、なかなか賑やかなところです。それではホテルに向かいますので、皆さんもご一緒に旅してる気分で最後までお付き合いください。それではどうぞ。日本橋の交差点から日本橋筋をひたすら南へずっと恵比寿町の方に向かって歩いていきます。なんとなくなんですけども、車の交通量少し減ってるかな。やっぱり一昔前はね、車だらけだったんですけど。で、歩いていくとホテル見えますね。こちらが東横インです。1階はやっぱり派手な感じがわかりますね。日本橋らしく電気屋さんの隣にホテルがあります。ループがありますね。こないだ電動キックボードの人にね、跳ねられそうになったんですよ。で、ものすごい勢いで突っ込んできて、危うくね、跳ねられるとこでした。気をつけましょう。では、チェックインしていきます。誰もいませんね。で、セルフでチェックインします。チェックイン終わりました。で、ルームキーとレシートが出てきます。で、朝食は無料なので、朝食券はありません。で、こちらはロビー、ラウンジですね。で、こちらが朝食会場となるんですが、ここはもうずっと開放されています。で、コーヒーマシンとか製氷機あって、で、部屋は今回12階の1212号室。アメニティコーナーがあるので必要なものだけ持っていきましょう。で、歯磨きセットは部屋にありますので、カミソリと、そうですね、お茶もらおうかな。で、スキンケア用品結構ありますよ。で、昆布茶はいいです。煎茶いただきましょう。で、館内着は、こちらから持っていきます。エレベーターは2機あります。12階なんでどんな感じなんでしょうね。景色いいのかな。で、こちらの建物は13階まであるみたいです。12階に着きました。部屋はどっちなのかな。見てみましょう。1212、すぐそこでしたね。では、入ります。ちなみに、外開きのドアです。やっぱ、東横インは綺麗で広い部屋ですね。いや、これがシングルなんでね、広いですよ。そして明るくて綺麗。
で、朝食どういたしますかというふうに出てます。で、1名をタッチと思ったら、これよく考えたらテレビなんですよね。だからリモコンでつい癖でタッチしてしまいます。いやー、やっぱりいいな東横インは。それでは玄関から見ていきましょう。避難経路確認。上に行くと階段じゃなくてこれシューターみたいなんで降りるのかな。で、マグネットのやつがあって、玄関はもうそれぐらいなんですよね。で、横の扉を開けるとユニットバスです。いや、こちらも広いですね。で、ありました。今回はありました。レインシャワー。で、お風呂場もね、湯船でかいですね。いやー、鏡、この洗面台も東横インっぽいやつですね。で、リサイクルボックス。使用済みの歯ブラシをここに入れときます。で、蛇口がですね、こちらに切り替えがあって、これはシャワーとレインシャワーの切り替えです。で、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープ。手すりなんかもありまして、こちらは洗濯のロープですね。こうやって引っ張ってかけて、で、こちらに洗濯物を干します。いやー、部屋の中明るいですね。いいですね。で、こちらにハンガーが3本と、消臭スプレーがあります。で、バケージラック。これは加湿器かな。で、スリッパとコンセントが2つありますね。デスクもこじんまりしていいですね。そしてテレビはホテルインフォが流れています。で、鏡も2つあって、で、壁掛けの時計、そしてエアコンがあります。で、こちらの照明はエントランスと部屋の中。こちらは部屋の中。で、スタンドのライトがあって、こちらにはありません。で、コンセントが1つと鏡と、コンセントまたここにも2つあります。そして電話があって、テレビのリモコン、ティッシュと、メモとトレイ。で、こちらには、ヘアドライヤーがありますね。で、こちらは冷蔵庫。ビジホ標準タイプですね。使い勝手は良さそうです。ドアポケットもちゃんとあります。で、机の棚の中にはありました。東横インといえば田野薬。で、もう一つありました。田野薬キッズ。こちら初めて見ますね。中身は絵本みたいになっていますね。で、こちらの田野薬は後で見ましょうか。これはお持ち帰り OK なんですよ。で、電気ケトルとマグカップ、そして分別ゴミ箱。スタンドライトがあります。これは部屋全体と、こちらは読書灯って感じですね。ちょっとした棚もあって、スマホとかテレビのリモコンとか置いといています。ベッドは幅140センチありますね。そして枕が結構大きいですよ。で、分厚くて、低反発ではありますね。でも厚みがあるので結構大きいです。さあ、今回はどうでしょうね。端っこがね、ぴっちりしてるような感じで。全然ダメですね。これはもう全くダメです。15点。はい。で、ベッドのね、弾力は、まあまあ、反発あるかな。僕はこれぐらいが好きなんですよね。
そしてお待ちかねの窓からの景色なんですが、ちょっと天気も良くないのでね。ただね、難波という立地を考えたらなかなかいい景色じゃないでしょうか。で、これどっち方向かな。スイスホテルが見えてるので、北側ですね。はい。ちょっとライトと重なってますけども、ドンキの観覧車が見えます。外にやってきました。また雨が降ってきましたね。嫌ですね。で、僕は夕食をいただきに、こちらナンバーシティにやってきました。歩いて5分もかかんないですね。で、ナンバーシティの南館で洋服とか売ってるお店があって、さらに、奥へ行くとレストラン街があります。今、だいたい18時ぐらいです。ぼちぼち人がお店に足を運ぶ時間帯ですね。中央店もいいかなと思ってたんですが、こちら行きましょう。肉酒場いい肉さん。こちらお昼はトンテキ定食とかがあって人気店なんですよ。僕も行ったことあるんですが、いつも満員です。で、夜はこういった肉料理を当てに食べる、居酒屋さんですかね。こう自分でお肉を焼くスタイルではなく、調理場で一番美味しい状態に焼き上げて提供してくださるお店です。この一品もんだけ見ててもすごい美味しそうなんですよ。カレーとかもありますよ。おでんも。ステーキなんかありますね。注文の方は QR コードを読み込んだモバイルオーダーとなっております。いやー、何にしようかなーって考えながら。で、名物ホルモン、一本ホルモンです。で、中落ちカルビ。いや、美味しそう。でもう軽くいただきたいので、あとちょっとつまみ程度で。で、ビールが来ました。いただきます。うまい。もうキンキンに冷えてるビールです。で、こちらお通しではなくて、注文したおつまみネギです。いや、これね、なかなか美味しい。あんまり辛くないんですよね。で、塩だれがかかってて、いっぺんに食べると多分辛いですが、ちょびちょび食べてお酒をグイって飲むのがちょうどいいと思います。美味しいです、これ。はい、中落ちカルビがやってきました。美味しそうですね。綺麗に焼けてます。僕がこれ焼くともっとちっこくなってしまいますね。どうしてもね、焼きすぎてしまうんですよね。いやー、美味しいです。脂身がいい感じで落ちてね、ちょっと少ないんですが、もうカルビの旨味がぎゅーっと詰まった、もうタレも甘くて本当に美味しかったです。そして来ました名物一本ホルモン。で、こっちも辛い方じゃありません。で、ハサミで切るんですが、左手で箸使えないので、もう押さえながら切ります。トングあったらね、いいんですけど、ちょっと切るのに、苦戦していますが、もう見るからにプリプリしてて美味しそうです。いや、美味しいですね、これ。ぐにょんぐにょんとはしてるんですけども、口の中に入れるととろけてね、そしてめっちゃ甘くてね、美味しいんですよ、もうこれが。最高ですね。もう今日はね、本当に軽くいただくつもりだったので、もうこれだけです。いや、ビールも進みます。ごちそうさまでした。美味しかったです。お昼はね、トンテキ定食が美味しいので、ぜひ行ってみてください。見つけてだ。ここね、お昼行ったんですけど、なかなか美味しかったですよ。で、このナンバシティの南館のレストランって結構いい店多いんですよ。で、ちょくちょく変わるんでね、チェックしに来るんですけども、で三田製麺も昔こんなんなかったんですけどね、こ
こ確か串カツ屋だったんですよね、昔。で、ここがね、すき焼きなんですよ。一人でも食べれる。だからめっちゃ気になってるんですよ。で、この蕎麦屋かな、これもなかったんです。ここ何やったかな、なんかレストランやったような気がするんですよ。まあ、レストランはレストランですね、どこも。で、中華。で、やっぱりね、さっきの店、あんまり食べてなかったので、ちょっとラーメンでも食べたいなと思って探してるんですが、で、こちら南館越えたら、難波米印といって、大阪の名店が集まってるエリアなんですよ。結構昔からあるところですね。で、難波パークスと難波シティがある。ここ昔は大阪球場ってあって、南海ホークスの本拠地だったんですよ。今で言うとソフトバンクホークスですね。で、ここら辺、確かここ今沖縄料理なんですが、焼肉屋だったと思うんですよ。で、よく行ったんですよね。で、ここの大阪球場の下がね、場外馬券売り場で若い時、もう日曜日になったら毎週行って、会社の人と飲みに行ってたんですよ。で、この天ぷら屋さんね、有名なんですよね。堺にある、深夜営業してるお店なんですけどね。一回行ってみたいんですよ。難波シティから出まして、やっぱラーメン屋さん探しましょう。で、あるかな？あるにはあるんでしょうけど、ちょっと散歩してみましょうか。で、散歩してたらね、このうなぎ屋さんが出てきたんですが、うなぎ釣り。うなぎ釣れるんですよね。釣り堀があって。で、その場でさばいてくれるというお店なんですが、こんなとこにあったんか。雨降ってなかったらね、もうちょっと行動範囲を広げるんですけどね、なかなか良さげなラーメン屋さんがないんですよね。なんか北方ラーメンのお店あってね、入りたいなと思ったんですけど、お客さん多かったんでやめました。で、ここ見たら、見覚えあるなと思ったら、昔泊まったことありますね。ヒラリーズ。レイアウトがいろいろあって、確か22時チェックインの18時チェックアウト。あ、この椅子、この椅子。大きな椅子がね、確かね、ホテルエントランスにあったんですよね。ここですね。ここに置いてあったんですよ。諦めてホテル戻ります。って思ったら、カートってようやるの危ないよ。雨の中。ホテルに戻ってまいりました。コーヒーをいただきましょう。で、こちらは、フリードリンクなので、無料でいただきます。部屋に戻っていただきましょう。ちょっとびっくりしました。めっちゃうまかったです。なんででしょう。深い苦味もあって、程よく酸味があり、なんでしょう。めっちゃうまかったです。そして夜のおやつはブラックサンダーもちざくチョコクレープです。コンビニで買ってきました。249円。中を開けるとプラスチックのケースの中にクレープが入っていました。美味しそうですね。割って中身を見るとチョコクリームと、チョコレートの生地に分かれています。美味しそうで、やっぱり美味しかったです。優しいチョコレートの甘さとこのもちっとした食感がね、美味しかったです。で、なんかザクッとしてんなと思ったら下にありました。で、この部分がザクッとするので、やっぱりブラックサンダーはザクザクするチョコレートなので、それがないとブラックサンダーではありませんね。いや、美味しかったです。で、食べてる間にお風呂に
お湯をためていました。いや、お風呂湯船が大きいのでね、ゆっくり疲れますね。で、シャワーはこちらで切り替えたら、レインシャワーに変わります。ちょっと水圧が弱いかなっていう感じはしますけども、で、他のホテルにはね、これありませんからね。お風呂を出まして、ホテルインフォを見ていきましょうか。これね、ようよう考えたらね、東横インさんのホテルインフォって、こう、部屋の紹介とか、備品の紹介、で、あとレンタルとか、アメニティの紹介とか、きっちりやってるんですよ。だから僕のルームツアーなんていらないのかなっていうぐらい、しっかりと紹介されていますので、東横イン泊まったらぜひ見てください。お散歩マップなんかあるのでね、観光の参考になるでしょうね。そして田野役見ていきましょう。もう毎回これ楽しみなんですよ。で、今回はね、もうね、桜のシーズンが来るので、吉野の桜ね、いいですね。で、今回、小鳥っていうか鳥の特集みたいなのがやってましたね。なんでいるのバレたって記事が言ってますね。ただいま、ただいまって。なんか面白いですよ。で、メジロドーベル。いやー、懐かしいメジロドーベル。ライアンの子供ですね。で、確かね、桜花賞はね、多分回してオークス、秋華賞、第1回の秋華賞馬やったかな。で、確か牝馬同士なら負けなしやったような気がします。で、騎手は吉田豊ですね。いや、懐かしいな。田野役は本当読んでて飽きないですね。で、何より無料で持って帰れるっていうのがもう嬉しいですね。記事もたくさんあってね、いいんですよね。そしてこれ、ペナント、僕らの子供の頃のお土産といえばペナントでしたね。もう家にね、いっぱい貼ってました。ペナント売ってないかなーってお土産屋さんで見るんですけど、やっぱりないんですよね。もしね、売ってるお土産屋さんあったら、情報ください。なかなか夜景も綺麗ですが、そろそろ寝たいと思います。おやすみなさーい。おはようございます。ただいま6時30分になりました。いや、昨日はぐっすり眠れました。さて、朝食です。6時半から9時まで宿泊者なら誰でもいただけます。無料です。で、1階の T プラスさんで、6時半に来たら、他のところだとだいたい長蛇できてるんですが、こちらは空いてましたね。いや、ラッキーです。料理はビュッフェ形式で、結構品数あるんですよ。東横インの割に、割にって言ったらちょっと失礼かもしれませんが、で、こちらです。それでご飯を入れるお茶碗がなくてね、もうプレートがおかずでいっぱいになっちゃったんで、もうご飯いいかなと。今日はちょっと控えめに食べたかったので、いただきます。そして食べてみたんですが、いや、これがね、なかなか美味しかったです。これまでね、東横イン何回か泊まりましたが、正直、美味しいってほどではないんですよ。普通なんですよ。これがね、ここのね、朝食はなかなか美味しかったです。ちょっともうこの時点で感動してますよ。中でもこのエビチリもね、プリップリでね、ちょっと甘辛くて、で、このきんぴらも美味しかったですね。
それとこのサバも美味しかったな。なんでしょうね。ご飯と一緒に食べたらよかったなと、今更ながら後悔しております。いや、本当美味しかったです。量的にもちょうど良かったですね。あとデザートなんかもね、食べたらよかったなと思いました。ごちそうさまでした。そして食後はコーヒー。昨日飲んだ時美味しかったんで、ちょっと楽しみなんですよね。で、よく見たらドトールのコーヒーじゃないですか。いや、ドトールやったん。そらうまいわ。いや、ドトールのは美味しいんですよ。ああ、なるほど、なるほど。てなわけで改めまして、ドトールのコーヒーいただきます。うまい。やっぱり美味しいですね。もっと早く気づいてたらよかったな。もう何倍でもおかわりするのに。そしたら眠れなくなる可能性ありますけどね。いやー、美味しかった。昨日と違って青い空が見えてますが、ちょっと北の空が曇ってるかな。でもいいでしょう。それではそろそろ帰りたいと思います。いや、東横インさん、こんな格安やのに本当に良かったです。ありがとうございました。それではチェックアウトしていきます。では、評価の方やっていきましょう。まずはアクセス。ナンバーエリアの電電タウンということもあるんですが、ど真ん中すぎて駅から少し離れてるってことで星3つです。立地はこの辺り意外と飲食店も多くてね、コンビニもすぐ近くあったり、で、ナンバーシティとかナンバーパークス行ったらね、何でもありますので、いいかなと思います。建物設備が動線がスムーズで、もう入り口入ってフロントがあってエレベーターでもうすぐ流れるようにね、行けるんですが、どこでもそうなんですよ。僕ちょっと傘を忘れて取りに帰ったら、本当に1分弱で行って戻ってこれたんで、だからかなりいいかなと思います。で、セルフチェックインもね、簡単で良かったなと思います。そして部屋は広くてほんと綺麗です。シングルとは思えないですね。で、ドアが外開きなんで、広く感じます。で、ユニットバスなんかも本当に広くて、湯船がでかくて、本当にこう、ね、肩までゆっくり疲れて、足もピーンと伸ばせて、で、レインシャワーを浴びてっていう感じで、本当良かったなと思います。サービスはアメニティがね、結構豊富かなと思いました。そして無料のドリンクがまさかのドトールのコーヒーとは思ってませんでした。本当に美味しかったです。で、朝食はもうこれまでの東横インさんを考えたらね、本当にね、品数も多くて味も本当に美味しかったです。これまでがまずいわけじゃないです。十分満足して美味しかったですが、今回は本当に美味しかったです。そして総合評価は3.2。無料朝食はやっぱり4上げてもいいぐらいなんですが、平均的に美味しいかなっていう感じですね。とにかく東横インさん今回は本当に良かったです。全体的にね、もうなんか今までと比べると評価が高いかなという感じです。今回は日本橋のどこかで、ラーメン食べたいなって思ってたんですよ。で、いくつか目星店をね、ピックアップしてたんですが、行ってみるとお客さんいっぱいでした。で、ゆっくりできないので、しょうがないので、コンビニでカップラーメン買ったんですが、で、正直、美味しくなかったです。いや、結構有名ラーメン店の、ラーメンだったんで、期待したんですが、本当に美味しくなかったです。僕の動画内では、正直、まずいものってあんまりなかったんですよ。で、まずい時もあったんですが、だいたい言葉濁すんですが、今回はね、もう、それだけやったんで、全カットしました。
これまで飯田飯店とかすみれのカップ麺食べたんですが美味しかったんですよ。だから期待したんですが、今回食べたラーメンのね、お店の方、一回行ってみたいなと思います。本当にまずいかどうか確認してきます。なんて嫌なやつなんでしょう。それでは本日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、そしてコメントもよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。